こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン、Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相や小池百合子氏、石丸伸二氏、ひろゆき氏、田村淳氏、大悟氏、スティーブ・青木氏など、数々の著名人の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、お得割が、あと1日とちょっとで終了となります。これ以降はまたチケットの価格自体が上がりますんで、検討している方はお早めにお求めください。概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちら毎朝8時前には投稿してまして、ネット記事や動画よりも手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだブラックロックが公開されてませんが、グレースケールからマイナス 0.7 億ドルの流出が出てますけども、フィデリティからプラス 0.6 億ドルの流入がありまして、全体でプラスとなってます。これで週間でもかろうじてプラスとなりましたね。スポットイーサ ETF の方は、こちらは全体でマイナスとなってます。前日のブラックロックからの流入が見られず、マイナスとなってますけども、週間でもマイナスとなりそうですね。一方、香港の方は、ビットコイン、イーサともにゼロを記録してます。ファンドごとでは、ブラックロックの運用資産額が、グレースケールを上回ったのが話題になっています。スポットビットコイン ETF、スポットイーサ ETF どちらも上回ってまして、グレースケールの運用資産額212億200万ドルに対して、ブラックロックは212億1700万ドルと、わずかに上回ってます。比較のグラフが分かりやすいのがないんで、これは IBIT と GBTC のみの比較ですけども、ビットコインの保有量はブラックロックの IBIT が現在トップとなってますね。流出を続けるグレースケールと流入を続けるブラックロックですけども、この話題から ETF にまた勢いがつくんでしょうかね。あとオンチェーン関連では、マイニングのハッシュレートが上昇傾向にあることが注目されています。また米国に上場しているマイニング企業のシェアが 26% と、過去最高更新したことも話題になってますね。ハッシュレートの上昇は価格上昇要因の一つとされてますが、今後価格に影響してくるのか注目ですね。あとは BitVM2 のホワイトペーパーが公開されたことも話題になってますね。最近ビットコイン L2 という名目のプロジェクトがたくさん出てますけども、この BitVM2 はですね、ロールアップに資金を転送するためのブリッジというのが、今のところ私の認識になってます。これを起点にまたビットコイン L2 界隈が盛り上がると見られてますけども、こちらの進捗にも注目ですね。あとイーサ関連ではガス代の低下が今後の価格上昇につながるという見解が出てます。アナリストのライアン・リー氏はですね、今までの傾向を見るとイーサのガス代が最低水準に下がるたびに中期的に価格が底を打ってると、このサイクル後に力強く反発する傾向があり、さらに米国の金利引き下げサイクルと一致すると価格上昇が見込めると述べてます。先日イーサのガス代が低下していることから、イーサの盤量が減って供給量が上回ってしまっていると、インフレ傾向にあるから価格的にはマイナスファンダになってしまうみたいな話をしましたけども、その後の中長期のサイクル的には明るい兆しであると見られてますね。これ単純にベア相場ではガス代が高騰しにくくて、ブル相場ではガス代が高騰しやすいということにも捉えられると思いますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。こちらもその通りとなるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在 59,200 ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米ミシガン大学消費者信頼感指数が予想の 66.9 に対して結果が 67.8 と、前回予想を上回る結果となっているんですが、その前に発表された米住宅着工件数が予想の 133.8 万件に対して結果が 123.8 万件と、予想前月比ともに大幅に下回る結果となってまして、2020年4月以来の下げ幅となったことから、こっちの方がインパクト強かった印象ありますね。ハリケーンの影響もあるとされてます。
市場全体としては、この住宅着工件数が昨日の日本時間9時半に公開されて落ちて、でその後11時に消費者信頼感指数が公開されて盛り返した展開です。ビットコインもほぼそれに沿って動いてますね。各米株指数よりも金が伸びてますね。米国債金利は 3.884 を推移しておりまして、ナスダックが 19,508、S&P500 が 5,559、ダウ平均が 4659、金ゴールドが2506ドル、日経平均が 38,062 円、ドル円が 147.53 円となっております。個別株の方では、バーンスタインがマイニング企業のライトプラットフォームズ、クリーンスパーク、アイレン、コアサイエンティフィックの4社をアウトパフォーム評価したことが話題になっています。中でもライトプラットフォームズとコアサイエンティフィックが業界トップクラスと高評価を受けてまして、株価もコアサイエンティフィックがプラス 8.96% と一番伸びてますね。あと他では韓国の国民年金公団がマイクロストラテジー株を3370万ドル分保有を報告しています。第2四半期の購入とされてますね。マイクロストラテジーの株価は仮想通貨関連株が全体的に上昇する中ですね、比較的弱くなってますね。こちらも今後影響してくるのか注目です。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 2.49%、額としては299億ドル相当。比率としては全体ではロングが 56.5%、バイナンスミはロングが 60.3% と上売りになっています。今後の指標としては、8月19日に米景気先行指数、8月20日に中国のローンプライムレート、スウェーデン、トルコの政策金利、8月21日にタイ、インドネシアの政策金利などが控えております。指標も落ち着いて、先日ビットコインが他よりも落ちたせいか、OI も増加して、ここ数日、ショート寄りだったポジションも、現時点ではロング優勢と、上への期待が集まっているようにも見えますが、ネガティブなポイントとしては、仮想通貨市場単体で強いファンダが今のところない点と、チャート的には、週足の上引きが前回高値を更新してないんで、このまま陰線になって沈む可能性もあるのかなと、個人的には思いますね。チャートだけ見たら短期では上は62,000の抵抗を超えられるかどうか、下サイド56,000のラインで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2600ドル、BTC 建ては 0.0439 と、昨日からさらに下がっております。先物の方では、OI は全体でプラス 0.33%、額としては105億ドル相当、比率として全体ではロングが 55.9%、バイナンスミはロングが 73.4% と上売りになっています。ETF オンチェーン状況もですね、イーサー単独では明るい話でもなく、BTC 建ても下がる一方で、先物の OI もビットコインと比べて元気ないと。なかなか判定の兆しが見えないのかなと思いますね。これだけチャートだけ見たら、2500でそこを作ってるようにも見えますけども、これは直近ではずっと相対的な動きで作られたものだと思うんで、あまり頼りにはならなそうですね。上は2800を抜けられるかどうか、下は2400のラインで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。トランプ陣営がカンター・フィッツジェラルドの CEO、ラトニック氏を政権移行チームのリーダーに指名したという報道が出ています。このラトニック氏は、テツァの管理責任者も務めてまして、仮想通貨強気派の一人とされていることから、今回注目されています。トランプ氏は他にも、今回の財務報告で NFT コレクションのライセンス料で715万ドル以上受け取っているのも話題になってますね。選挙の集金活動もそうですけども、仮想通貨界隈が大きなキャッシュポイントになってますよね。大統領選の予測は昨日よりは 2% ほど差が縮まってますね。トランプ陣営、ハリス陣営、どちらも仮想通貨民の票を集めるためにいろいろ動いてますけども、その後の展開に注目ですね。あとはナイジェリアが3800万ドル相当の仮想通貨を凍結すると発表しています。これナイジェリア政府がインフレ反対運動支援で集まった5000万ドル相当の仮想通貨を特定したという報道が出まして、その後裁判所から3800万ドル相当の仮想通貨凍結命令が下って応じたとされてるんですけども、一部ではナイジェリア政府の自演なんじゃないかという見解も出てます。最近ナイジェリアはマネロン容疑でバイナンスを訴えたりして、自国の法定通貨ナイラの下落は仮想通貨が原因だと理由付けしてましたから、仮想通貨反対運動みたいな流れが継続していると、一部からは見られてるんじゃないかなと思いますね。あとは宇宙開発企業セラが
ベースチェーン上で NFT コレクションリリースを発表したこと、トロのジャスティンがミーム作成プラットフォームサンパンプをリリースしたことなどが話題になっています。このセラの NFT の保有者は、ジェフ・ベゾスが設立したブルーオリジンのニューシェパードロケットの座席権を獲得するチャンスがあるとのことです。今までも何年後かには実現すると謳って散っていった宇宙系プロジェクトたくさんありましたけども、これは既存企業によるものなんで、ちゃんとしてそうではありますね。NFT から宇宙へ旅立つ人が現れるんでしょうかね。こちらの今後にも注目ですね。あとアルト関連では、ワールドコインのマレーシアへのサービス拡大が話題になっています。ワールドコインはマレーシア政府と MOU 基本合意書を締結、マレーシア人の認証が認められたとされています。未だにワールドコインを脅威と見て活動停止命令を下している国たくさんありますけども、マレーシアからは許可を得られたようですね。ワールドの価格は現在 1.47 ドル、BTC だってはマイナス 4.1%、時価総額は119位ですね。いつの間にか2ドルの底を割って2023年10月の底あたりとなってます。ここから反転できるのか注目ですね。今日はこんなところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。